こんにちは。私生活を明るく快適にメガネの伊沢です。今日はメガネを作る際に大切な視線を考えるということでちょっとお話をしてみたいと思います。メガネを作る際に視線を考えるっていうのはどういうことかというと、主に大きく影響する部分は遠近両用とか、遠近とかと同等に中近とか近近とか、いろんなこの度数が可変するタイプのレンズもいろいろ出ていて、それはやっぱりその目線がどこに来た時にどこが見えるかっていうのを設定をしていく部分があるので、そこら辺をちゃんとどういう使用環境でお客様が使われるのかなというのを考えながらメガネを作っていくというのが大切なことになります。もちろんその視線と合わせてそのピント度数をどこら辺にピントを持っていくかっていうんですかね、どこに合わせるかどこが見たいかっていうことによっても変わってくる部分なので、その度数の合わせピントの合わせるのと合わせてその視線も考えながらレンズの選定、どういうタイプのレンズを使おうかなとか、その選んだレンズタイプをどのようにマウントさせようかなっていうところを考えながら作るっていうのが大切になりますので、そこら辺の本当に触りの部分だけですけども、そこら辺をねちょっと考えてみていきたいと思います。それでは行ってみましょう。じゃあまず、早速ちょっとね簡単にイラストを作ったのでそこら辺を見ていただこうと思うんですけども、まずちょっと画面が変わりまして、こんな感じでメガネを作る時に大切な視線を考えるという形でお話を進めていきたいと思います。まず最初に遠近両用っていうのがどういうふうな使い方を想定して作られているかっていうところからお話をしていきたいと思います。人間のその通常の姿勢で見た時に、その視線が遠くを見る時っていうのは大体真正面を向いていることを想定されています。でそこから読み書きをするときに目線を下げたときに知覚運度数が入るように遠近両用は想定されて作られているんですけども、それを考えたときに遠く見るときっていうのはだいたい5メーターより先がそのメガネでいう遠くの距離ということになります。だいたいメガネの視力表というのが5メーター先に置いて視力合わせをすることが多いんですけども、計算上でも、厳密に言うと本当にピントが無限遠方っていう遠くにピントが合うっていうのを計算をすれば 100m 先にピントが合うとかっていう話になってしまうので、そこまでいくとちょっと、なかなか検査としてそこまで細かくすることができないっていうことと、あとはメガネレンズの最小単位っていうのが0.25D っていうレンズの強さがあるんですけど、それから逆算して考えてもだいたい 5m から 6m ぐらいのところで視力ピントが合えば遠くが見える度数という形で計算が成り立つので、だいたい 5m から 6m 先がメガネでいう遠くの距離という形になります。でそれに対して目線を落とした一般的な読み書きをする距離っていうのが、だいたい35センチから40センチぐらいって言われていて、例えばこれは男性女性によっても、体格の違いによっても近くの見る距離っていうのは変わってくるかと思うんですけども、極端な例で言えば例えば文庫本を読む時の距離と新聞を広げて見る時の距離と、それでもやっぱりその距離感っていうのは変わってくるので、文庫本が、例えば女性が文庫本を読む距離っていうと、だいたい30センチから35センチぐらいかなっていうところで、その同じぐらいの体格の女性でも新聞を広げて読むとなると、40センチぐらいで、それを例えばこたつのテーブルの上に乗せて広げてみるってなると、離れるところはもう少し距離が出たりとかっていう風な、細かいこと言うといろいろあるんですけども、基本的に遠近両用っていうのは正面を向いた時にその無限遠方 5m よりも先の距離を見ることを想定していて、目線を落とした時にだいたい35センチから40センチぐらいの距離にピントが合うように設定をすることが一般的です。これを踏まえてですね、必ずしもこうしなきゃいけないわけじゃないですし、これ以外できないっていうわけではないので、そこら辺をねまたちょっとメガニアとしてはその度数の設定とか、そういう部分を考えていかなきゃいけないんですけども、例えば車を運転するって考えた時に、基本的に今ちょっとフリーハンドみたいな形で車のなんとなくイラストというんですかね、外観を描いたんですけど、正面フロントガラス越しに遠くを見る時に、大体その、信号を見たりとかでちょっと上目線になったりすることもあるでしょうし、車のちょっと鼻先を見るとなると、若干目線が下がって、物を見るというような形になるかと思うんです
ですけども、そこから、メーターとかナビとか計器類を見るっていう時に目線を落とすと、大体車のメーター、これも車種によったりすると思うんですけど、これだと40センチから60センチぐらいの大体距離で物を見るんじゃないかなというところで、遠近両用で運転が多いよっていう時には、ここら辺を意識しながら度数を合わせていきます。ただ先ほどのように読み書きとかスマホが最近見づらいんだよねとかっていう形の部分を補完するということになると、それ相応にまた度数の調整が必要になってくると思うんですけど、これが度数の調整はね、基本的にどの状況においても使用状況によってピントをどこに持っていくかっていうのを考えながらやるんですけど、その目線といった部分で考えると、じゃあ普段運転してるお車っていうのはセダンタイプですか、背の低いタイプの車ですかとか、あと最近はミニバンとかが多いですけど、四駆だったりとか、そういうちょっと目線が高い車っていうのもあるので、これが少し車の形式が変わるだけで若干その目線の行く場所っていうんですかね、目線が多く使うゾーンっていうのもちょっと変わってきたりします。例えばさっきのセダンタイプの、車を乗ることが多いよっていうのを意識して、遠近を設定して、でいざその人がじゃあ背の高い車に乗り換えた時っていうのは、ちょっと視線が上がる分だけ若干そのレンズ、遠くを見る際もちょっと視線が下がる傾向が出てくるんですよね。でそうすると遠近両用の、レンズっていうのはその遠くから若干視線が下がるともうすでに近く温度数の可変が加入が入ってきちゃうので、若干その遠くよりも近くのピントにもう寄り始めてるっていうんですかね、そこら辺があるので、普段こういう背の高い車を乗ったりとか、それこそ逆に職業ドライバーで10トンのダンプを乗るとか、そういうような形になると、遠近でもここら辺は普通通りの合わせ方にすると不満が出る部分だと思います。ここら辺はこのレンズの入る位置とか、そういった部分を調整をする、またはフィッティングですね、メガネのかかるこの位置を、調整をすることによって、そういった部分も背の高い車に乗っても遠くがすっきり見えるようにするというような方法を取る場合もあります。ただこれ弊害として日常的に使う方が最初からメガネを少し下げ気味に調整をしたりすると、今度おのずと近くの見えるポイントも下に逃げていきますので、そこら辺では下げてしまうと遠くはすっきりするけど、今度日常の読み書きとか、そういう部分がちょっと見づらいなというふうに出てきてしまったりする場合があるので、ここら辺は十分に考慮する必要があるかなというふうに思います。車の運転一つとってもここら辺の視線っていうのを意識するだけでそのメガネの設定が変わるという意味ですね。でその続いてよくある話としてはデスクワークですね。で最近もデスクトップ PC の画面っていうのも液晶画面で結構大画面化しているっていうこともあって、その分モニターまでの距離が離れておいていたりする部分もあるし、あとはデュアルモニターとかトリプルモニターとか業種によっては幅広い範囲で距離を見なきゃいけないっていう風になってくると、通常の今姿勢でデスクに座ってるイメージで写真はなってるんですけど、その時に大きい画面の場合だと正面でそのモニターまでの距離を見えるようにしなきゃいけないんですよね。で通常の先ほどの最初の例えばこの遠近で設定した時に正面見た時には5メーター以上先にピントが合うような度数が入るように設定してしまっているので、これがデスクワークでモニターを見る距離っていうと正面で50センチから80センチぐらいがよくある距離だと思うんですけども、その距離っていうのは今度ピントが合いづらくなるので、やっぱりそれをちゃんと考えて遠近にしても作らなきゃいけないというところはありますね。でこれがよく皆さん、聞いたことあるのは、遠近使ってる方で聞いたことあると思うのはその中近両用だったりとか、そういうレンズのタイプの変更によってデスクワーク向けのレンズにするというような方法を取る場合もあります。ただこれも何て言うんでしょうね、さっきのデュアルモニターとかトリプルモニターとか、あと本当に大画面みたいな感じで見てる方は逆にその距離で、結構目線の移動量が多くなると
中近両用ってどっちかっていうと手元を広く見えるように設定している部分があるので、その中間帯、正面はこのモニターの距離でだいたいピントがあったとしても、この側方視、目線をこう横にこうした時には理論上ピントの合わない度数が入っているゾーンになるので、そこら辺では中近両用でその最近のデスクワークの環境で一般的になりつつあるというんですかね、多くの方が結構使い始めているデュアルモニターとか大きい画面っていうのは今度今の中近両用ではちょっとカバーしづらいんじゃないかなというふうに思います。で対して近く見る時っていうのは確かに今までこう書類とかで読み書きが多いから手元の視野を広くっていう風に取っていた部分はあると思うんですけど、結構パソコンで完結してしまう部分があるので、あとは見ても書類をちょっと見ながらパソコン画面で打ち込むとかっていう形になったりもするので、そういう部分では変な話、近くの視野の広さよりも遠くの視野の広さをどうにかしたいっていう方の方が多分多いんじゃないかなと、多くなってきたんじゃないかなというふうに思います。中近がもちろん当てはまる方もいらっしゃいますし、中近が当てはまらない方も最近はいろいろ状況としてはありえるんじゃないかなというふうに思います。なので、私がよくやるのはその遠近両用のレンズを中近っぽく設定してしまうっていうんですかね。ちょっとここら辺はレンズの設計の話になっちゃうので、またちょっとどんどん長くなっちゃうんで割愛しますけども、それぞれの遠近と中近のレンズの特性を理解しながらそれをうまくアレンジするっていうんですかね。メガネ屋側が、メーカーが意図する想定する使い方だけじゃなく、その設計のレンズをうまくメガネ屋側がデスクワーク用に、アレンジするというんですかね、いうような設定っていうのが今最近では必要になってきてるんじゃないかなと。メガネを提案する上で、そういった部分の味付けをしながらその方一人一人の見え方、何を求めるかっていうところを一つ一つ丁寧にお話聞きながら、じゃあこういう使い方、こういう作り方どうですかっていうのがテストレンズで確認していただけますので、ここら辺この遠近を中近っぽく設定した場合にモニターの画面があったとして、こういう広い画面でもピントが合いやすいですよねとか、そんなところをね実際に見ていただきながらメガネの提案をさせていただくっていうのが最近のメガネ作りでは必要不可欠なことなのかなというふうに思います。ただこれがね、先ほどの運転もするし、休みの日とか、あと仕事でも運転もするし、デスクについてでデスク作業が1日続く日もあるしっていう風な形になってくると、日常的に使える遠近とデスクワーク用の遠近レンズを中近っぽく設定するとかっていう2本持ちだったりとかっていうのが選択肢としては必要になるケースもありますね。だからここら辺はより良いそれぞれの見え方を作るためにどっかはしょらなきゃいけない部分があって、遠近で日常的に全体的に見えるように設定すると、やっぱりデスクワークの時は例えばこのカメラがパソコンの画面だとすると、この遠近がこのままだとちょっと見づらいので、ちょっと下の中間帯の度数で見るようにするってなると、結局パソコン作業の時に首を上げて作業しなきゃいけなくなるので、そうなるとやっぱり首の疲れとかっていうのが余計に出てくると思いますし、逆に遠くを見る時に今度レンズの上を使って遠くを見なきゃいけないってなると、運転の際に顎を引きながら運転しなきゃいけないとなるとまた大変ですし、ここら辺ではやっぱり理想的なのはシーンに合った度数設定、それを考えながらレンズの選定と度数設定をするっていうことが大切になってくるかなというふうに思います。あとは最近ね、ここら辺デスクワークっていうのはよく引き合いに出しますけども、やっぱり意外とやっぱり多いのはその趣味で楽譜を見るっていう方も最近多いですね。楽譜を見るって言ってもいろんなパターンがあって、ピアノの弾く時に楽譜を見るっていうのと、トランペットとかギターとか、あとはこの前いらっしゃった方はチェロ、それぞれの楽器の楽譜を見る環境ってやっぱり違うんですよね。ピアノとかの場合は正面で、意外とピアノの形状にもよりますよね。グランドピアノか、ちょっと薄いピアノっていうとおかしいですけど、そのピアノの形状ですよね。それによっても譜面台の距離とか高さが違ったりするので、そこら辺もやっぱりよく聞きながらそこにピントを合わせていくっていうことが重要になると思いますし、この前初めて聞いてなるほどなと思ったのは、チェロをやる方は、オーケストラとかで
2人で1つの楽譜を見たりとかっていう形になるので、そうなると楽譜までの距離はちょっと遠くて、でちょっと目線も視野を広くしなきゃいけないっていう部分があったりとか、そういう楽譜一つとっても楽器によってとか、その環境、楽器を弾く状況によっていろいろ見る距離、見るポイントっていうのが変わってくるので、そこら辺も事細かにカスタマイズする必要はあるのかなというふうに感じました。結構よく楽譜見るんですっていう方でも、じゃあどういう楽譜なんですか、どういう状況で見るんですかなんてね、詳しく聞いちゃいますけど、逆に言うとそれを聞かないとそこに合わすことができないので、これから作る方もなんでこんな細かく聞くんだっていうふうにもし思われた方は、ちゃんと正しく教えてあげてください。面倒くさがらずっていうか、ちゃんとそこに合わすためにそういうお話を伺うようにはしてますね。あとは楽器とあとはそうですね、もっと極端に言うと手先の作業ですね。昔ながらで言うと編み物とかいう方をやっぱり手芸関係をやってる方も多いですけども、編み物する場合と、あとはもっとそういう刺繍とかする場合っていうのは、またそこでもまた距離感とか、どこまで細かいものを見なきゃいけないかっていうそのクオリティの違いも出てくると思いますし、模様を手書きで描くような趣味をされている方もこの前いらっしゃいましたね。なので、本当に一人一人その使用環境が違うので、あとはそういう作業をするでもその作業台みたいな形でやる方と、あとお家で時間が空いた時にリビングのテーブルでやる方とっていう場合でも、その距離感っていうのは変わってくるので、本当にどこまでの距離、どこの距離をどういうふうに見たいかっていうところに合わせて、この視線を考えながら度数、ピントを合わせていくっていうことが大切になるかと思います。だから一般的にこの遠近両用っていうのは、こういう日常的に想定される大まかな視線に合わせてレンズは設計されています。ただその、使用環境っていうのは一人一人もちろん違うので、そこら辺を細かく微調整を加えながら、より見やすいメガネを作っていくっていうのが重要な部分になりますね。こんな感じでね、結構その一言に遠近とか、最近いろんなライフスタイルに合わせられるように遠近から中近、近近といろんな累進レンズが出ていて、そのもう本当に3つのカテゴリーを飛び越えて、この遠近と中近の間の遠中近っていうレンズが出たりとか、中近と近近のもうちょっとなんですかね、境目がなくなってきて、どっちにも触れるようにクロスオーバーする形でいろいろレンズの設定っていうのが変えられるようになってきたので、遠近、中近、近近というところはもう分類としても今後なくなってきて、本当にどこからどこに合わせますかっていうところにそれぞれ対応できるようなレンズのラインナップは揃っているかと思います。そのレンズを生かすも殺すもメガネ屋次第っていう部分はあるので、お客様側からね、こういうレンズどうだって言われることもたまにありますけども、そういうパターンって結構少なくて、やっぱりメガネ屋側がいろんな商品知識の中でお客様の見え方を作るためにこういうレンズがありますよっていうところでお勧めさせていただくようなものになるかと思います。だからお客様は本当にわがままにというべきなのか、本当に思うままに自分はこういう時にこういうふうに見たいんだっていうことを伝えていただくと、それに合わせてメガネ屋が提案してくれるというような形になるかと思いますので、本当にお客様側がね、商品知識、どんな商品出た、こんな商品出たっていうのを細かく知る必要はないかと思います。知っていただいてそれが好きな方も当然いらっしゃるんで、それを調べてこういうレンズどうなのっていう方もいらっしゃいますけども、広く一般論として、お客様はもう本当に自分が思うままにここがこう見たい、ああ見たいっていうのをぶつけていただければ、それに応えられるようにメガネ屋は日々勉強しながら商品知識を深めていって、それで実際に提案をさせていただくというような形が、自然なのかなというふうに思いますので、一応今回ね、こんなご説明させていただいたのは、視線の違いによっても度数の設定とかレンズの選定が変わるっていうことを知っていただくだけでも、お客様はじゃあどういうものを伝えればいいんだっていうものが、ちょっと分かりやすくなるかなっていうところで、今回こんなお話をしてみました。
こんな感じで、遠近といっても、メガネレンズメガネ作りといっても度数だけではその使い心地っていうのは計り知れない部分があるので、本当にこういうレンズの選定と設定っていうのが結構ここら辺がその使い勝手の良さに直接的に影響する部分だと思います。度数設定はもちろんですけども、それがだけじゃなくそのレンズの作り方っていうところも結構見え方を作る大きな要素になりますので、そこら辺もねちょっと頭の片隅に置いといていただくと、メガネ作りの参考になるんじゃないかなというふうな形で今回お話をさせていただきました。こんな感じで、今後もメガネ作りの参考になるような動画を作っていきたいと思いますので、チャンネル登録、いいねもぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺でおしまいにします。それではまた。